オス日進月歩塩田正宏です。今日は柳浦先生にお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。柳浦先生とは、ある武道のセミナーの、後の飲み会でお会いしまして、合気道の歴史についてすごいやっぱ詳しい方でして、その合気道の歴史について、皆さんも知らない部分が多いでしょうし、またいろんな説があったりするんで、それでね、いろいろ言い合ったりしてったりするのってくだらねえなってちょっと思っていて、それをね、柳原先生は大学の教授でもあり、いろいろな文献を読まれているので、合気道の成立について、述べていただきたいなと思ってお呼びいたしました。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。じゃあ、どこから参りましょうか。合気道の成立とすごい大ですけれども、まず、いくつか影響を与えた要素をちょっと挙げていって、はい、ということから始めましょうか。で、まずじゃあ最初のところよろしいでしょうか。まず、この大統領、これはですね、今同出版になってるんですが、その前身が合気ニュースというのがありまして、そこのスタンレー・プラニーさんというアメリカ人の方がいらっしゃって、確か2017年ぐらいに亡くなったかとは思うんですが、とにかく英語でガンガン発信するんで、このスタンレー・プラニーさんのおっしゃることが外国では通説になってるんですよね。で、それは何かというと、合気道は大統領のその技法を色濃く残していると。で、精神性の部分は大本教であると。ですから外国から例えば大統領とか学びに来た人なんかはやっぱり、合気道の要するにルーツだからというようなことをおっしゃるんですよね。で日本の国内でもやっぱり、源流は大統領だっていうふうに、おっしゃる方が多いんですけれども、これについていやそれ嘘じゃないんですけど、嘘じゃないんだけれども、もうちょっと詳しく掘り下げていくと、ちょっといろんなことがあるかなと。で大統領といっても現時点でもいろんなバリエーションがありまして、例えば古典的な大統領とか便宜的に名付けているものね、それは例えば武田宗覚先生の技をなるべくオリジナルに近い形で保持しようと。で武田徳宗先生はそれを整理されて、1か条2か条3か条4か条というふうに整理されて、それを大切に守りながら修行される方、それから別のところだと今度はその充実の技はとりあえず置いといて、要するに合気に特化してっていうんですかね、木の体を作るとか、そこのところから入りましょうという、そういう会派もありますね。最初のやつはあれですよね、主に両国でやられてる近藤先生の古典、そうですね。この古典的っていうのは私が便宜的に言っただけですけどね、なるべく宗覚先生のオリジナルの技をね、保持していこうと。で、一見充実に見えるけども、そこの中に合気を混ぜていくみたいな、そういうアプローチですよね。ですから最初の一本取りって合気道の正面打ちの元って言えば元かもしれませんけど、戦場の格闘術みたいな感じでね、相手が切りかかってくるとこを、要するに木のゴリを刺してバッと崩して、鎧の蛇腹のとこからぐさっと刺してとかね、で要するに戦場の格闘術のね名残を色濃く残してるんですよね。でも上柴先生の昔の映像、塩田豪族映ってるのもここを開けさせてるんですよね。っていう、そういうことです。ここの鎧を相手が着てると想定してですね、この蛇腹みたいになってるとこからぐさっと鋭利なものでついて、相手のあばらをポンと蹴破って、で最後やるんですけどね、もともとそういう戦場の格闘術であったところ名残が強く残ってるかなと。というものですよね。で、それに対して新しいって別にどっちがいいって話じゃないんで誤解なきようにお願いしたいんですけども、別の発展系としては、合気の体を作るっていうところ、木の体を作るっていうところに特化してやると。だから例えばね、頭持ってこうやって合気で相手を転がすとかね、そういうシチュエーションがあるわけじゃないですよね。めったにあるわけじゃないけれども、要するに全身が木の体になるとこういうふうなことができますよという検証としてやってるんですよね。ですから別にそれが実践の技そのものじゃないわけですね。でとにかくそういうふうにいろんなバリエーションがあると言いたかったのは、つまりね、スタンレー・プラニーさんの影響が強くてですね、大統領だけが合気道のルーツだと言われることもあるし、それから逆にね、大統領の影響を少なめに見ようとする、そういう方もいらっしゃるんですよね。例えば上柴海祖が、大統領なら
なったのは1ヶ月半くらいだという説があったりするんですけども、でもそれはね、ちょっと私は事実と違うかなと思ってるんですね。大体20年ぐらい関わってるはずですし、それから教授代理の資格をお持ちでね、大統領の教授代理として、指導されてた時期があるんですよね。でその、写真というのを、偶然見る機会があったんですけれども、ガチ大統領でしたね。もうガチ古典的大統領、ちょうどこうやってぐっと反らせてぐさみたいなね、そういう、技の体系ですよね。ですから、大統領の影響がなかったと言ったらそれはそんなことないだろうと、1ヶ月半ってことはないだろうと。例えば白滝の方の北海道、上島先生開拓でいらしたことありますよね。そこの自宅をね、宗覚先生に差し上げたりとかね、それから、綾部の方の大元に移ってくるときにですね、その宗覚先生もそこに来て一緒に教えられるように、そのように計らったりとか、そういうふうにしてかなりの長期間やっぱり師弟として、非常に尽くしたっていうとなんですかね、当時のことですからね、随分大切にしてその関係も、長く続いていたはずなんですよ。ですから、その影響はそれが全部が大統領っていうんではないというのはこれからお話しするんですが、その影響は確かにしっかりとあると。いうことですよね。次に、あとね、大統領のちょっとちっちゃいネタで、もしまずかったら後でカットしてください。ネタとしてですね、少林寺拳法ってありますけれども、少林寺拳法も私が見ると素晴らしい、充実の発展系であると。私は開祖、宋道信先生は非凡な才能があってね、非常に短期間の時間、あれだけの体系を作り上げられたということに非常に、部外者ですがリスペクトを持っております。で、その素晴らしい体系がどうやってできたのかって興味あるじゃないですか。で、まずは、一つはね、文献的な証拠としてはですね、この合気道入門っていう本なんですが、整備堂出版から出てる中村久さんという方の、著書なんですが、ここにこう、系統図みたいなのがあってですね、そこにね、中野道臣っていう名前が載ってますよね。はい。これが、道臣と音読みすると道心ですよね。で、宋道心先生なんですよね。で、これは何？確か先生に LINE でお送りしましたよ、これ。ああ、これか。はあ。うん。これ。ここの部分をね、ちょっと出た写真でお送りしましたよね。はい。で、これ、つまり中野道臣っていうふうに名前になっているのは、実は宋道心先生であって、その宋道心先生が当時の御門弟ですね、非常に初期の御門弟も、八甲流ですね、これ八甲流って大東流から分かれたものですね。でそこに、派遣というか、して免許改伝まで行った方もいらっしゃるんですよね。ですから、少林寺の十法には要するに充実系の技がね、非常に色濃く残ってるんです。よく言うのね、桜とアーモンドみたいな。桜とアーモンドってどういう意味かっていうとね、普通我々がお花見する時の桜とね、チョコレートになって中入ってるアーモンドってね、すぐ結びつかないじゃないですか。でもね、ものすごく近いんですよ。アーモンドの花っていうのをね、ちょっと検索してみてください。アーモンドの花ってね、こんな感じなんですよ。本当だ。つまり桜とそっくりじゃないですか。はい。つまり、我々のイメージとしては桜とアーモンドって結びつかないけど、実は植物学的には近いんですよね。それとちょっと似ていてね、少林寺拳法っていうとね、何か中国武術のような気がしちゃいますよね。で、確かにスマホもネットもなかった時代はね、なおさら分かんなかったでしょうね。だから例えば今少林寺でもう動員長されていて、あるいはそれ以上の幹部クラスの先生でもね、最初のきっかけブルース・リーの模様ドラゴンだったって方いらっしゃるんですよね。ブルース・リーがね出てくるのは少林寺って書いてあってね、ブルース・リーの華麗なアクションがね、少林寺拳法かと思って入ったと。入ったら違ったけど、それはそれで素晴らしい体型なので、そのままハマってったみたいなね、なんですけど、これは文献的な証拠ですよね。それから技術的な痕跡として私が言うと、例えばですね、相手に手を掴まれた時に、少林寺の基本でね、三角手法って脇を締めて指を張ると教えるんですよ。こうグッと掴まれた時にグッとこう張るんですよね。はい、それね、指を張るっていうのはね、これ充実の基本じゃないですか。掴まれた時に張る。それからもう一つ、小手を制するという発想ですね。小手を制するってどういうことかって、これですね。
こう持ってキュッてやると手首決まるでしょ。それで肩まで決まるでしょ。で実力差があればこれで全身決まっちゃいますよね。それからこうすれば小手返しにも使えますよね。それから大統領系だと手鏡とこう掴まれた時やっぱこうしてからグッと小手を攻める。つまり、要するに小手を制するという発想ですよね。これで投げ技に持ってったりとかね、そういうのも、見られるし、そういう意味でね、技法的に非常に、充実の影響があるなと。他にもね、圧法といって指圧の圧に法律の方ね、圧法っていうのがあって講談社の方が習得される技術ですけれども、あれは経絡の知識ですよね。ここをしたら痛いぞみたいなね。例えば最近フルコンの空手でもね、カーフキックとか、それからここのね、ここのくるぶしのちょっと上のあたりね、自分で押してもむちゃくちゃ痛いところあるじゃないですか。ああいうとこ親指のちょっと硬いところでちょんって蹴るとかね、そういう技術が今フルコンの人の間でもね、だんだん常識化していますけれども、経絡の知識ですよね。ですからね、そういう経絡の知識を応用した、圧法というもの、これもね、やっぱり何にもない真空から生まれたわけじゃなくて、やはりこう、八甲流のそういう経絡の知識、そういうものが色濃く影響を与えていると思いますね。ですからもう一回言いますけど、私は少林寺拳法って素晴らしい体系だと思うし、総道心先生っていうのは非凡な才能の持ち主で、あんな短期間にそれだけの体系を作り上げたって本当すごいと思うんですよね。でそのすごいのはすごいとリスペクトしているからこそ、どうやってできてるのかなと思ってね、見るとそうなんですよ。それからもう一つ証拠を挙げるとね、黒帯ワールドの西監督っていらっしゃるじゃないですか。僕ビデオ買ったの。ビデオ発売のね、記念イベント、抽選で当たってね、私も行ったんですよ。コロナ始まったばっかりの2020年ですかね、ちゃんと手消毒してって言われたからそうだと思う。2020年、に行ったらばですね、そこに空手の中達也先生と少林寺の、井上博文先生がいらして、それで質疑応答っていうのも、できたんですよ。で私、はいって手を挙げて、今のようなことを質問したんですね。そうしたらば、そこの、発行量を参考にしたというのは、口頭で、肯定していただきました。ただ、そこから先のところはもうちょっと時間がなくて聞けなかったんですけどね、これから後で語る、精神性の部分ですよね、そこについてはちょっと十分にお話を伺えなかったんですけども、少なくとも、発行流を参考にしたということを口頭で、肯定していただきました。今のような理由から。井上先生も知ってるんですかね、その成り立ちっていうのは。どこまでご存知かは知らないですけど、参考にしたっていうことは肯定してくださいました。総道心先生はよく養親館にいらっしゃったんですよ。で清掃して、ずっと見学されていたので、やっぱそんだけこう成り立ちが早いっていうのは、例えば吉祥丸先生もそうですけども、もともとなんか柔道の成り立ちがもうやっぱうまく作られてるじゃないですか。その成り立ちをこう真似てるところとかは結構あると思うんで、いろんなとこ行って学ばれてますよね、総道心先生。それと参考書って密教の仏具あるじゃないですか、参考書も持ってらっしゃいましたよね。そこはちょっと今深入りしませんけど、そのようなことがありましてですね、大統領といってもそう単純なものじゃなくて、実質上の創始者の武田宗覚先生が昭和18年に亡くなったのかな、青森かなんかのあたりで亡くなったんですよ。確かそうだと思うんだけど、で、それからだいぶ経ってるので、そのご門弟の方複数の方いらして、そうするとだんだんいろんな変化系、発展系が出てきます。どれがいい悪いというそういう話ではないので誤解なきをお願いします。変わった形に変わってくる。で例えば同じ堀川光道先生から、指導を受けた先生の中でも、正弘先生が取材された、野本先生でしたか、堀川でもあれば岡本清吾先生のところの六法会もありますし、それからやっぱり同じ堀川光道先生から錦戸先生、それで古賀先生という、光道の流れもあります。ですからそれぞれ、これ同じ流派なのかなと思うぐらいパッと見たら違うと思うんですよ。ですから様々な発展の形があるなということであります。この辺がですね、大統領だけじゃないんですよとはいうもの、ちょっと大統領もいろんなバリエーションがありますよってお話でした。じゃあ次参りますか。